皆さんこんにちは、タイトです。今日はポッドキャスト形式で動画を撮ろうと思います。普段話しているような感じで話そうと思っているので、もしかしたらちょっと難しいとか、ちょっと聞き取りにくいっていうところがあるかもしれません。あとは僕個人的な意見なんですけど、リスニングをするときって男性の方が女性よりも男性が話している日本語の方が女性が話している日本語よりも聞き取りにくいと思うんですよ。これは僕が英語を勉強していた時にそう思ったことなんですけど、女性の英語ってとても聞き取りやすい。ただ男性の英語ってなぜかやっぱり聞くのが難しいんですよね。でもしかしたら僕男なので、皆さんも僕の日本語をちょっと聞き取りにくい、聞き取るのが難しいって思うことがあるかもしれないんですけど、僕の日本語を聞き取ることができたら全員の日本語を聞き取ることができると思うので、それはないか、うん、たくさんのね日本人の日本語を聞き取ることができると思うので、ぜひリスニングアップのためにもこのポッドキャストを聞いていただければなと思います。そして今日お話ししようと思っている内容はズバリ日本人の英語力についてです。どういうことかというと、なぜ日本人は英語を話せないのか、このことに関して今日は話していければなと思います。皆さんの周りでも、日本人の友達がいたり、もしくは日本に住んでいる方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、英語を話すことができる日本人って周りにたくさんいますか？あまり多くはないのではないかなと思います。実際に EFEPI っていう英語がどれぐらい話せるのか、英語をどれぐらい聞き取ることができるのかっていうのをランキングにしたものがあるんですけど、日本は111カ国中80位でした。結構低いですよね。ちなみに僕自身は英語を話すことができます。海外留学の経験があったり、あとはフィリピンで英語を使って仕事をしていたっていう経験もあるので、ある程度の英語を話すことはできます。もちろんネイティブではないですけど。ただ僕の周りの友達を見た時に、英語を話すことができる友達ってどれぐらいいるんだろうって考えるとほとんどいないんです。ではなぜこういう状況になっているのか、なぜ英語を話すことができる日本人が多くはないのかっていうのを、あくまでも個人的な意見、個人的な見解をもとに今日は話そうと思います。まず前提として、英語と日本語っていうのは異なる点がとても多い。文法であったり単語であったり全く違う言語なので、日本人にとって英語を勉強するっていうのはとても難しいことだ、ハードルが高いことだっていうのはもちろん前提としてあると思います。ただこれ以外にどういう理由があって日本人は英語を話すことができないのかっていうのを今日は話そうと思います。結論から言うと大きく分けて2つあると思います。1つ目が教育システムの問題。そして2つ目が性格の問題、パーソナリティの問題だと思ってます。ということで、まず教育システムの問題、これについて話していこうと思います。もう一言で言うと、テスト対策のための勉強になってしまっている。これが問題だと思います。テスト対策のための勉強になってしまうと、何が悪いのかっていうと、暗記をすること、覚えることが目的になってしまう。これが問題点だと思います。日本の高校入試、大学入試、エントランスエグザムに関しては、スピーキングのテストっていうのはほとんどないです。なので、極論を言うと、英語を話すことができなくても、テストでいい点を取ることはできます。文法とか単語さえ覚えておけば、テストでいい点を取れる。テストでいい点を取れたら、
行きたい高校に行けたり、行きたい大学に行くことができる。こういう風になります。そうすると、もちろん必然的に英語の授業の内容っていうのは文法とか単語、こういった覚えることにフォーカスした内容になってしまう。なので僕も12歳ぐらいから英語の勉強っていうのを、英語の教育を受けてきましたけど、机の上で文法とか単語の勉強をしたっていう記憶はすごくあるんですけど、誰かと話したとかスピーキングの練習をしたっていう記憶が中学から高校までほとんどないんですよね。もう中学ぐらいから高校までずっとこの文法とか単語の勉強をずっと繰り返してる。6年間ぐらい。そしてそれを完璧に覚えようとしている。僕も英語をある程度話せるようになって気づいたんですけど、ネイティブは別ですよ。ネイティブじゃない人で英語を話す人って文法を完璧に覚えているか、単語を完璧に覚えているかって言われるとそうではないじゃないですか。なのでどれだけ文法単語を完璧に覚えたとしても実際に話すことができるようになるかって言われるとそうではない。結局、聞き取ったり話すことができなければ英語を勉強している上では、あまり意味はない、何の意味もないのかなというふうに思います。なので、日本の教育システムっていうのはそういう覚えるっていうところにフォーカスしすぎている、重点を置きすぎている、時間を割きすぎているっていうのが問題としてあるのかなと思います。なので小さい頃から少しでも英語を話す機会とか英語を聞く機会っていうのをどうにかして設けることができれば、もう少し英語を話せる日本人っていうのはこれからどんどん増えていくのではないかなというふうに思います。なのでこれが一つ目の教育システムの問題になります。そして二つ目が性格の問題、パーソナリティの問題です。では性格の問題ってどういうことかというと、失敗を恐れてしまう性格のことです。もちろん人によります。もちろん全員じゃないですけど、日本人の多くの人はやはり完璧を求めてしまう傾向があると思います。そういう人が多いと思います。なので人前で失敗をするとか、人前で何かにトライする、新しいことをやってみる、そういったことに対してとても抵抗感を感じてしまう人が多いように思います。僕も日本生まれ、日本育ちなので、この気持ちが本当によくわかります。それに加えて、僕の場合は、日本の、兵庫県の田舎の方で育ったので、田舎に行くと、人と違うことをしているとか、人と違ったことを言うとかっていうことをすると、悪い意味で目立ってしまうんですよね。なので、小さい頃から、自分の気づかないうちに、周りがやっていることをやる。人と違うことはあまりしない方がいいっていう風なマインドに僕はなっていました。なので人前で失敗をするっていうのがとても怖かったですし、とても恥ずかしいことだと思っていました。学校の授業でもわからないことがあった時に先生に質問をできないんですよね。なぜかというと周りの人からタイトくんそんなこともわからないのってバカにされてしまうんじゃないのか、そういうふうな不安に襲われてしまうからです。例えば先生がクイズを出してその答えが僕は分かっている、もう99.99% の確率で絶対に合っているっていう状況でも手を挙げてその答えを言うか迷ってしまうんですよね。なぜかというと、もしかしたら間違えているかもしれないから。100% ではないから。そして、もし間違えていたら、周りの人にバカにされてしまうかもしれないから。そういう風なマインドになってました。こういう風に感じている日本人って僕だけじゃないと思います。
また今度別の機会で話そうとは思ってるんですけど、僕が海外留学に行って一番日本と違うなって感じた点の一つがまさしくこれでした。授業を受けていて、周りの友達、周りの生徒っていうのはどん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 質問をするんですよね。先生が話してる途中であったとしても、それがいいとか悪いとかは置いといて、それを見た時にすごいな、この人たち全然失敗を恐れていない、自分がわからないっていうことをアピールするっていうのが日本人よりも全然うまいなというふうに思いました。でもこれって語学を勉強する上で、例えば英語を勉強するとか日本語を勉強する上でとても大切な姿勢だと思います。やっぱり結局ミスをしないと言語って上達しないじゃないですか。なので僕は留学に行ってそういう光景を見た時にもうシンプルに、あ、この人たちすごいな、失敗をすることを全く恐れてないな、その勇気っていうのがすごくあるなというふうに思いました。僕の場合は幸いにもスポーツを通してであったり留学経験を通して失敗をすることは悪いことではない、むしろ失敗をした方が成長することができるっていうことに気づくことができました。ただやはりまだまだ日本の会社とかで働いてたり、日本人と話しているとこういうふうに、失敗を恐れてしまうとか完璧を求めすぎてしまう、そういうマインドになってしまってる人は、多いのかなというふうに思います。なので結局英語学習に関してもどうにかしてミスをしない方法を探してしまう。例えば知ってる文法だけしか使わないとか、知ってる単語しか使わないとか、それでは成長しないですよね。こういうふうにミスをしない、人前で恥をかかない、完璧で自分を完璧にする、そういうふうにしてしまってる人が多いように思います。はい。ということで以上が2つ目の性格の問題、パーソナリティの問題ということについて話させていただきました。なのでこの2つの点、1つは教育システムの問題、2つ目が性格の問題、この2つが日本人が英語を話すことができない要因の、大きな要因になっているのではないかなというふうに思います。ただですね、肌感覚ですけど英語を話すことができる日本人っていうのはどん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 増えていると思います。そして今後もどん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 増えていくんじゃないのかなというふうにも思います。決して英語が話せないのが良くないとか、絶対に英語を話せるようにならないといけないっていうことを僕は言いたいのではなくて、あくまでもなぜこんなにも日本人が真面目に英語を勉強しているのに英語を話すことができないのかっていうのをちょっと分析したかったのでこの動画を撮りました。あとはやっぱり日本に住んでいる方はわかると思うんですけど、日本に住んでて英語を話す機会って本当にないんですよね。英語を話せなくても全くもちろん当たり前ですけど全く問題ない。そして日本という国がやはり安全で、綺麗ですごくいい国だからこそ、ずっと私は日本にこれからもいたい、別に海外に行く必要もないっていうところから、そもそも英語に興味がないっていうのももちろんあると思います。はい、ということで最後ちょっといろんな自分の気持ちを入れてしまいましたが、今日はその日本人がなぜ英語を話すことができないのかっていうのをちょっとポッドキャスト形式で動画を撮ってみました。もし、皆さんの中でいやこれが理由じゃないかとか、日本人はこうだから英語を話すことができないのではないのかっていう風な意見があれば、ぜひコメント欄で教えていただきたいと思います。はい、ちょっと普段話しているような感じで今日は話したので、スピードが速かったり聞き取りにくい部分があったかもしれません。そういったこともどんどんコメントで教えていただければ嬉しいです。ということで今日も最後まで動画を見てくださって、ポッドキャストを聞いてくださってありがとうございました。ちょっと待って、この日本語どこで学べるん？このチャンネルを登録したらいいねん。